どうもベルです。今回は、ブームステイの装備とパーツの攻略をやっていこうかなと思います。このブームステイ、もう様々な強化要素があるんですけども、一番昔からある強化要素が、この装備とパーツで、現在は兵装と乗り物がやばすぎるので、相対的に優先度は下がってきてしまってはいるんですけども、重要なことには変わりなくて、今回はその装備とパーツの効率的な育て方や、強化素材の効率的な入手方法、そして兵装と乗り物とのバランスを考えたときに、どれくらいの優先度で育てていくべきかなど、いろいろとお伝えしていけたらなと思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では早速やっていこうと思うんですけど、まずは装備ですね。この装備、メイン武器、サブ武器、トップ、バック、ボトム、靴、ヘッドギア。こちら7種類ありまして、本部レベルが上がるごとに、どんどん解放されていきますね。で、解放した後は、グレードが白の状態で、そこからどんどん強化していくことで、緑、青、紫、オレンジ、赤と上がっていきますね。で、強化していくためには、こちらの防御用生地とカーボンスチール、この2つが必要で、とにかく、カーボンがしんどいですね。ただ、これまでは、この防御用生地が、もうアリーナから、もう正直、もう余るほど、もう手に入ったんですけど、今、アリーナの交換先として、兵装などの魅力的な強化素材が出てきたので、今はあまり、アリーナコインの交換先として、防御用生地をおすすめできないんですよね。なので、この装備の強化素材についても、強化素材の集め方についても再考していく必要があるんですけど、まずはカーボン。この、カーボンスチールの主要な入手経路は、アリーナとアンペーレ。この2つのコンテンツで集めていきましょう。で、まず、アリーナの交換。で、これはもう毎回全部交換しちゃって OK です。で、これ全部交換すると、最大で210個になりますね。そして、アンペーレ。で、アンペーレは、こちらですね。で、これちょっと報酬の方、見ていこうと思うんですけど、獲得できる、カーボンの量は、アンペーレのレベルや、獲得したポイントによって、異なるんですけど、最大で126個獲得することができます。なので、このアンペーレとアリーナで、毎週、最大336個のカーボンが獲得できますね。で、これ、課金すると、毎週1万5千円とか2万円とか、それくらいの価値のカーボンを毎週タダでもらえるってめちゃめちゃいいですね。で、そして、このカーボンのために課金するべきか、一度は悩んだことがある方多いと思うんですけど、カーボンは何があっても買わなくて OK です。今、トップクラスに課金効率が悪いのがこのカーボンです。
これを買うんだったら、乗り物か並走を頑張った方が、もう何の誇張も抜きに10倍以上強くなります。カーボンは、このアリーナとアンペーレから集めていく。これを徹底していきましょう。そして、もう一つの強化素材の防御用生地。これは主要な入手経路として、アンペーレ、アリーナ、ハイブ。これらが挙げられます。アンペーレである程度は入手できるんですけど、これ、アンペーレとアリーナで入手できるカーボンの量を考えると、今後カーボンが余って防御用生地が不足しかねないんですよね。装備を上げるのに必要なカーボンと防御用生地の比率って、カーボンを1としたときに防御用生地って10必要なんですよ。そして先ほどのカーボンのアリーナとアンペーレで毎週最大獲得できる量が336。それに対してアンペーレでの最大報酬は2960なので、400くらい防御用生地が足りなくて、もちろんアリーナの回収までに3万とか大量にストックしていた人は別なんですけど、最近始められた方や、人によってはそこまでストックがない方いらっしゃると思いますし、アンペーレでレベル10かつ 83.5M のダメージを出してこれなので、まだレベル8とか出せるダメージが 50M とか、そうなるとどんどん防御用生地が不足していきます。ただ、課金なんてものはもってのほかですし、アリーナもできる限り交換したくありません。始めたての方は、このアリーナでいいと思うんですけど、アリーナで兵装をどれだけ集められるかが、今、このゲームで戦闘をちゃんと楽しめるかに、もう一番、関わってくるポイントなので、なるべくアリーナでは交換したくなくて。じゃあどうするかというところなんですけど、ハイブをやりましょう。ただ、ハイブを倒しても、必ずドロップするわけではないので、1回のハイブで平均3個から4個くらいになると思うんですけど、毎日コツコツやっていけば、結構な数になるので。で、ハイブをやれば、戦利品として、同盟のみんなに、宝箱が配られるので、その面からも、もうみんな、ハッピーになります。ただ、そのハイブをしたとしても、足りないという場合があると思います。で、そうなった時、おすすめしたいのが、一人ハイブです。ハイブって、どれだけダメージを与えたかによって、報酬が変化するんですよ。なので、たくさんのメンバーとハイブをするより、極力一人でハイブをした方が美味しいんですよね。それを利用して、ハイブを自身のサブアカと行う。そしてそのサブも、兵数を1とかにすれば、メインアカで100%の報酬を獲得できるので。ただ、これには注意点があって、大前提として一人で倒せること。そして、ハイブをやる場所は、みんなが集まっている場所から遠くでやってかつ、一言だけでも事前に
断りを入れておくこと。そして最後に、決まった時間に集中して行う。こちらが大切です。まず、みんなが集まっている場所から遠くでやるという点なんですけど、これは他のメンバーが誤って参加しないようにするためですね。同盟チャットで事前に伝えていたとしても、同盟チャットを見る前に、ハイブに参加する方もいらっしゃると思いますし、オートラリーだったら、そんなことお構いなしなので、近くに同盟メンバーがいない場所でやっていただくのが良いのかなと思います。そして2点目なんですけど、ハイブはあくまでみんなでやるものというイメージがどうしてもありますし、この装備強化のためのテクニックだということを知らない方も絶対にいらっしゃると思うんですよね。そうなると、不要な争いを生む火種になりかねないので、ちゃんと事前に伝えておいていただくのが良いのかなと思います。また最後の決まった時間に集中して行うという点なんですけど、これも不要な争いを同盟内でしないためで、1週間ずっと僻地にいるとかだと、絶対になんでと疑問に持つ方もいらっしゃると思いますし、僻地にいると、その分資源効率も悪くなっちゃうので、そして、この一人配部って、傍から見たら自己利益のための行動なので、同盟によってはあまり良い乱れ方はしないと思います。ただ、短期集中でやるんだったら、自分のスタミナアイテムを使っていって倒すわけなので、ちゃんと自分のアイテムを使って、同盟にとっては普段より背部の箱が増えるわけなので、同盟としてもメリットが生まれてくるわけなんですよ。なので、同盟メンバーの方からもちゃんと納得してもらえて、自身にとっても同盟にとってもウィンウィンの関係になれますので、このあたりに注意してやっていただくのが良いのかなと思います。そして装備の強化素材については以上で、次にどの装備から強化していくべきか。ここについてなんですけど、これ、今の環境を考えると、以前と少し異なります。前だと、戦闘を優先するなら、バックパックがかなり重要だったんですけど、今はそれよりも優先すべき箇所があります。それはどこかというと、アーマーです。これなぜかというと、前までって、最初、歩兵を育てるか、騎兵を育てるか、射撃を育てるか。悩みどころで、人によって違ったんですけど、今はもう、正直、ゼロからスタートするんだったら、歩兵一択なんですよ。もう、アダット宮本部隊が、最初に作る部隊として、あまりに優秀すぎて。なので、それを前提として、歩兵部隊を強化できる装備を育てていくのは、十二分にありです。そしてその、歩兵部隊を強化できる装備って、アーマーとナイフになるんですけど、ナイフは建設速度を、アーマーは兵数上限を上げれるので、おまけの効果もめっちゃ優秀で、
というか、もう兵士数上限って、おまけじゃなくて、もはやメインの効果と言ってもいいくらい、本当に優秀な効果なので。この兵士数上限は、他の兵科を戦闘で使っていく場合にも、非常に優秀な効果になりますので、その観点からも、まず、歩兵を育てていくというのは、非常に合理性があるのかなと思います。そして肝心な育てていく順番なんですけど、必要な内政バフとのバランスも考えて育成していく必要があります。一番最初は建設がメインだと思うので、まずはこのナイフを青に。そしてその次に研究がこのゲーム、なんといっても本当に大事になってきますので、研究速度を上げられるボトムを青か紫に。可能なら紫まで上げたいところですね。そしてその後に、ヘルメット、ピストル、バックパック、アーマー、ブーツ。これらを緑に全部していきましょう。これなんで、全部上げていくかというと、このセット属性の効果を発動させることができますし、冒険モードでも、進めやすくなるためですね。で、そしてその後なんですけど、一度アーマーを紫に、青に。そして、このタイミングで、青、すなわち、プレミアム装備。こちらのセット効果である部隊攻撃バフも発動できるようになります。そしてその次に、建設バフを上げるために、ナイフを紫に。そしてその次に、ボトムが紫になってなければ、紫に。そして次に、アーマーを紫にしていきましょう。そしてこっからなんですけど、優先順位が変わって、戦闘面もしっかり視野に入れていきたい方は、アーマーを先にオレンジに。入れていきたいので、アーマーをオレンジに。そしてその次に、ナイフをオレンジに。そして、ここはもう好みで、ボトムをオレンジにするか、バックパックをオレンジにするかです。研究を優先するんだったらボトム。それよりも、今の歩兵の強さを優先するなら、バックパックをオレンジにしていきましょう。そうすると、3箇所、オレンジになりますので、レジェンドの、セット効果で、部隊攻撃が 2% 上がります。そしてこの後は、まだ、ヘルメットだったり、ピストルだったり、緑で止まっているものがあると思いますので、そちらを青に。あとは、冒険モードの、進捗を見つつ、冒険モードを優先するなら、一度すべて紫に。それよりも戦闘を優先するんだったら、もう、アーマーを赤にして、バックパックを赤にして、ナイフを赤にする。そしてその後は、2番目に育てる兵科が、射撃ならヘルメットとピストルを。騎兵ならボトムとブーツを優先して育てていって、最終的には、すべて赤を目指すことになるのかなと思います。そしてこの装備、全部赤になるまで、かなり長い道のりだと思います。ただ、無課金の方でも、続けていけば、最終的に赤になります。私も最初の頃、少しだけ、装備課金したんですけど、
もうその後は装備課金せずに、今、この状態です。これで、プレイ日数がだいたい500日ほどです。完全無課金の方でも、ちゃんと育成してかつ、安定レとアリーナをやっていけば、2年ほどで、全部赤まで行くと思いますので、気長に育てていただくのが良いのかなと思います。では次に、パーツですね。こちらについてなんですけど、大前提として、パーツは今、そこまで優先しなくて OK です。これなぜかというと、確かにパーツ、ステータスの上がり幅、ちゃんとあります。ただ、乗り物と並走のステータスの上がり幅があまりにやばすぎて、そっちやった方が強くなるんですよ。なので、以前よりも優先度は格段に下がってきてます。ただ、だからこそ、パーツを軽視している人が増えてきてて、このパーツ、終盤がえげつないだけで、序盤はかなりコスパいいんですよ。なので、このパーツを適切に育てていくことで、ライバルに差をつけていくことができるのかなと思います。このパーツ、前提として装備に装着できるもので、装着することでステータスがアップしていきます。歩兵、騎兵、射撃。この3陛下で、各陛下、攻撃アップ、防御アップ、HP アップ。これが2箇所ずつあるので、18箇所。そして、真ん中のバックパックだけは、陛下のステータスアップではなくて、スキルダメージ、部隊ダメージ、部隊ダメージ軽減、このようなバフがついてます。そしてこれ、重要なポイントが2つあって、それは何かというと、各陛下のステータスアップのところは、青まではコスパがいい。そして、パーツにおいて、一番大事なのは、バックパックの3箇所である。この2点です。まず、1つ目なんですけど、このパーツ、もう強化するのに必要な素材はどんどん増えていって、緑から青に上げた時と比べて、青から紫に上げる時、この時でも必要な素材が4倍。でも、上がるステータスは同じ 2% なんですよ。紫からレジェンドにするときなんかは、緑から青にするときの必要素材と比べて15倍必要なのに、上がるステータスは同じ 2% ということで、どんどん割に合わなくなってくるんですよね。なので、まずは、この各陛下のステータスアップのところは、青までで OK です。逆に、青までは、他の強化要素である、並走や乗り物と比較しても、遜色ないレベルで、ステータスが上がるので、必ず強化していくべきです。ただ、このバックパック、これは話が変わってきて、このゲーム、ダメバフが本当に大事なんですよ。これ簡単に言えば、お互いの攻撃防御、そして基礎ステータスに基づくダメージ計算がされた後にかかってくるバフになるので、有効であるという、ことなんですけど、これ詳しく話すと、それだけで10分15分話せる話なので、詳しく知りたい方は、
以前、これについて、詳しく解説した動画を、投稿しているので、概要欄のリンクより、ご覧いただけると嬉しいなと思うんですけど、とにかくダメバフが大事です。それを上げられる数少ない要素がパーツのバックパックなんですよね。ただその代わりに各陛下のステータスアップが行えるパーツの必要素材と比べて2倍の素材が必要です。ただ、このバックパックについては、レジェンドまで上げて OK です。もうそこまで十分に費用対効果あります。ただ、それ以降については、必要な素材がもうぶっ飛んでるので、もう高みを目指す方向けになるのかなとは思います。そしてこのパーツ、どのような優先度で育っていくべきかという、ところなんですけど、基本的には真ん中のこの3箇所を優先していきましょう。ただ、まずはすべて緑へ。そこからバックパックのパーツを紫まで、育てていって、そして最後に、そして次に、各陛下のステータスアップの箇所を青に。そして最後にバックパックのパーツをレジェンドにするのが目標になってくるかなと思います。で、この、バックパックの、3箇所の優先順位としては、まずはもうスキルダメージを最優先にして OK です。一番スキルダメージが効果大きいので。ただ、スキルダメージだけ先レジェンドに、するべきというわけではなくて、あくまで、同じ色に、していくべきなんですけど、その中で優先順位をつけるならば、スキルダメージを優先してあげていくべきというところなのかなと思います。また、よくある疑問として、特定の陛下に特化している場合は、その陛下だけ上げていくべきか、そして、特定の素材に、偏ってしまうというのがあると思うんですけど、特定の陛下に特化している場合であっても、基本はちゃんとバランスよく上げた方がいいですし、素材の偏りはいずれ解消されます。まず、特化の件なんですけど、特化させていると言っても、レジェンドや赤まで上げていくとなると、かなりコスパ悪いんですよ。そして最終的には、2部隊、3部隊と、増やしていくことになると思うんですけど、ヒーローの強さ的に、絶対に特化じゃない方が、野戦で強くなるので、そのあたりを考えると、今の段階から、そこを見据えていった方が、無駄がなくなりますし、必要な素材についても、これ、特化させると、特定の素材が足りなくなっちゃうんですよ。例えば、歩兵特化にするんだったら、ポリカーと、断層が、足りなくなるみたいな感じですね。で、それを無理やりバランス取ろうとするのって、本当に無駄なので。ただ、優先して青にしていったり、場合によっては真ん中をレジェンドにし終わったけど、まだちょっと歩兵を強くしたいし、素材が余ってるから、紫まで上げていくとか、それくらいなら全然良いのかなと思います。本当バランスよく上げていけば、もう結局、素材の偏りってなくなるので。もちろん、多少はあると思うんですけど、素材を入手する
試行回数が増えれば、増えるだけ偏りは少なくなってくるのかなと思います。そしてパーツの、強化素材の効率的な入手方法なんですけど、今は何と言ってもブラッディブランデー。これをやっていきましょう。4週間に1回来るイベントで、ジェムでパーツの素材を獲得できるガチャみたいな感じですね。これを、ジェムを貯めていってやっていって、ブラッディブランデーが来たタイミングで、5万ジェムくらい溜まっていたら200回引きましょう。もちろん、ジェムが余っている方は、毎回450回引き切っても OK です。ただ、それだけだと、どうしても高分子材料が足りなくなります。で、そうした時におすすめしたいのが、こちらのミステリートレジャーです。これ、兵装の上位のアラカルトボックスに手が伸びがちなんですけど、ここで取るべきは高分子材料です。これで毎回高分子材料を取ってれば、高分子材料不足に悩まされることはなくなります。逆に、これ以外でお得に高分子材料を獲得できるイベントってないので、このミステリートレジャーで、しっかり集めておいていただくのが良いのかなと思います。また、課金についてなんですけど、今はもうパーツのパック、基本買わなくて OK です。始めたての方で、とりあえず白か緑まで揃えるとか、そういうのはいいと思うんですけど、基本的に買わなくて OK です。ブラッディブランデーで、パーツの素材は十分集まるので。ただ、たまに舞台スキンを18万ジェムで、18万ジェムの課金で入手できるとき。その時に、他に欲しいパックがなければ、パーツのパックを買っていって、パーツを育てていくのは十二分にありなのかなと思います。はい、ということで、今回は装備とパーツについての攻略だったんですけども、いかがでしたでしょうか？装備とパーツ、昔と比べて、優先順位とかも、変わったと思いますし、もう今は、もう装備とパーツ以外でも、ステータスがかなり上がるので、重要度は、相対的に、下がってしまったとは思うんですけど、このゲームは小さな積み重ねが大きな強さになるゲームなので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録および、概要欄のリンクより X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ